はい、今日のお店はこちら。ここは MRT 台北ブリッジステーションから徒歩3分くらいかな。ちなみに台北ブリッジステーションの出口はここだけですよ。以前紹介した台湾でも珍しい揚げダンピンの朝ごはん屋さんの2軒隣くらいにある台湾のローカルグルメ、台空麺が有名なお店のようです。ここは台湾人の友達におすすめしてもらった超ドローカル食堂なんやけど、僕は友達の紹介やからといって躊躇はしませんからね。一切の遠慮なしに本音のガチレビューさせてもらいますね。ちなみにこれは皆さん視聴者さんから教えていただいたお店でも同じですからね。これこそがこのチャンネルのブランディングだと理解していただいた上で楽しんでいただけたら最高ですね。メニューはこんな感じ。ほな名物のパイクー麺、それからルーローファンをもらおうかな。因为没有排骨面、卤肉饭。あなたは一体何の神様ですか？ドーン！超ドローカル飯！よっしゃ、ほな食べていくで。まずはパイクー麺、スープから。わお、美味しい。このスープめっちゃ美味しい。醤油ベースなんやけどめちゃくちゃあっさりしてるのにコクと旨味がしっかりあるわ。フライドオニオンの風味も良いし、ニンニクの旨味も後から来るよね。こりゃ油で揚げたパイクーの出汁がスープに染み込んでるのがポイントなんやろな。よっしゃ、ほな麺はどないやねん。麺も美味しいよ。まあ中太のどこにでもある普通の中華麺なんやけど、このスープと絶妙にマッチしておるわ。ただ個人的にもっともちもち感があったらよかったのになーって思うわ。よっしゃ、ほなパイクー、スペアリブはどないやねん。おっと、これは骨ががっつりだわ。ぶっちゃけ僕は骨ある段階でもうテンション下がってしまうねんな。まあまあ、とはいえ味は悪くないよ。片栗粉で揚げた後にスープに浸してあるから周りはプルプルでなんというか豚足みたいですわ。ちなみに僕豚足もそない好きではない。よっしゃ、ほなルーローファンはどないやねん。割と醤油がっつりの濃いめの味付けで脂身も多いんやけど、八角の匂いが割ときつめかな。米の炊き加減はちょい固めで好みやけども、まあこれは正直僕は微妙かな。ごめん、もう一回言い直してもいい？せーの、ルーローファンは微妙。どうもー、ゾロでーす。スープがね、あっさりしてて美味しい。旨味がちゃんとあってね、美味しいよ。醤油ベースでね。麺も中太麺で中華麺でね、美味しい。スープとよく合ってると思う。パイクーは片栗粉で揚げてるんやけど、スープに使ってあるんでね、周りがプルプルになって美味しいんやけど、やっぱりちょっと全部骨ついてて、僕骨ついてるのが好きじゃないんで、僕はちょっとパイクーが苦手やね。味は美味しいけどね。これね、わかるかな。多分ね、豚足が好きな人はね、これ好きやと思うわ。僕豚足も別にそんなに好きじゃないんで、
通かな。ちょっと八角が結構臭いから割と好き嫌い分かれるかもね。脂身がすごく多く入ってて、どうやろうね。まあまあいろんなお店で僕ルーローハン食べてるから、もっとね美味しいルーローハンのお店いっぱいあるからね。僕は正直ちょっと苦手かな、ここのルーローハンはね。お米は美味しい、炊き加減がちょっと固めでね美味しい。やっぱちょっと僕は苦手かな。スープがとにかくうまいわ。ごめん、ルーローハンはごめんやけど残す。ごめんね。また新しく3冊本買っちゃったわ。池上彰さんの本は非常に分かりやすいので、中国、香港、台湾、インド、今後の世界情勢を把握する助けになればなぁと。メンタリスト DAIGO さんの本からはより質の高い瞑想の助けになればなぁと。今日も一つね、このメンタリスト DAIGO さんの最新刊から勉強になったなって思うことがあったので、ちょっと聞いていってよ、そこの美人さん。深呼吸、鬼滅の刃でも言うてたけど、呼吸をコントロールすることは超大事。瞑想中の呼吸もしかりです。そしてこの本で初めて知ったんやけど、吸う時は交感神経が働いて緊張し、吐く時は副交感神経が優位になりリラックスできるらしい。つまりリラックスしたい時は吐く時間をゆっくり極力長くし、逆に気合を入れたい時は吸う時間をゆっくり極力長くするといいねんて。へえ、知らなかった。勉強になったわ。皆さんはご存知でしたか？日々勉強ですな。完食です。スープがね本当に美味しいから、ここのお店ね深夜の12時までやってるんで、飲んだ後の締めとかにいいかもしれないですね。この近所に住んでる方はね、もしくはまあウーバーで来てもいいしね。台湾のウーバー安いんでね。今日もありがとう。ごちそうさま。はい、食べてきました。名物のパイクー麺は80元、約290円。僕は骨が苦手なのであれですけど、骨が平気な方や特に豚足が好きな方にはいいかもしれませんね。とにかく僕はスープが美味しかったですね。ルーローファンは30元、約100円と安いけど、八角の匂いが僕は気になってしまい、ほとんど食べれずに残してしまいました。ごめんよ。とはいえ昔ながらの台湾の超ドローカル食堂の雰囲気を味わうにはもってこいのお店ではないでしょうか。ここも間違いなくガイドブックに載ることはないやろうし、穴場グルメ派のそこのあなたにおすすめです。今回は2つ星。安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。